日本語を話せる方はいらっしゃいますでしょうか？順番にお話を。ダメだわ。全然聞き取れないし、わからない。今日も、閑古鳥が鳴いているはずだった旅館の玄関は、あっという間にトランクを抱えた旅行客で溢れ返ってしまった。突然のことに、若女将であるみすずさんも、冷静さを保つのでいっぱいだった。それは、飛び込み客が一気に来たからだけではない。その旅行客全員が外国人だったからだ。翻訳アプリをダウンロードすれば、少々お待ちくださいませ。プリーズ、とにかく早くしないと。みすずさんは焦りが目立ちだし、他の従業員もジェスチャーで何とかしようとしていたが、一向に収拾はつかなかった。俺は玄関が騒がしいことに気がつき、大急ぎで駆けつけた。あ、雪村くん。あなた翻訳アプリ使える？私のスマホ、動きが遅くて。俺はすぐに英語と中国語で内容を聞き、混乱の原因を把握した。そして各グループごとと話をつけ、フロントスタッフへ回していった。とにかく今はお客様を待たせないことが優先だと考え動いた。みんなほっとした表情でロビーへ向かっていった。すべてのお客様が旅館内へ入った後、みすずさんは俺の袖を引っ張り、驚きでいっぱいの表情を向けながら言った。雪村くん、あなた、ただのアルバイトのはずじゃ。偶然が偶然を呼んだハプニングは、ここでは終わらなかった。俺とみすずさんの人生、そしてこの旅館、花時は、ここから波乱の幕開けを迎えることになるのだった。俺の名前は雪村壮太。老舗旅館花時で中居のアルバイトをしている。桜の時と書いて花時と読む。春には桜が咲き誇る趣深い旅館だ。中居というと女性のイメージがあるかもしれないが、意外に体力と力を使う仕事なので、最近は男性も増えてきている。20も過ぎて、なぜ旅館でアルバイトをしようと思ったかというと、それはただ、この旅館に惚れたとしか言いようがなかった。老舗旅館と呼ぶにふさわしい、伝統を感じさせる空気感、掃除の行き届いた戸や廊下、そして和のおもてなしの心が指先まで染み込んだベテランスタッフたちと女将。なんとなく目についた求人を頼りに、初めてこの旅館へ来た時から、俺はこの花時に心を奪われていた。働いてみたいと心から思ったのだ。しかし今、花時は培ってきた格式と時流に板挟みにされている。この旅館のすべてを担っているのは、先代から引き継いだばかりの若女将である、春川みすずさんだ。俺は、彼女が旅館を引き継ぐとほぼ同時に採用されたので、他のスタッフから聞いた話が多いが、この花時にとって、格式高い老舗旅館として華々しかったのは、過去の話なのだ。バブル崩壊後は、敷居の高さが客を遠ざけてしまい、みるみる経営状態は悪くなった。そして、苦渋の決断の末、先代は名前と方針はそのままで、との条件のもと、大手ホテルチェーンの古町グループへ入ることを決断したそうだ。そして、これからという時に病に倒れ、後をみすずさんに託したのだ。さて、雑草はあらかた片付けたし、少し剪定もやっておくか。俺はやりすぎないように剪定バサミで松の伸びた部分を揃えていった。そう、経営難は庭の手入れを庭師に頼むのも厳しい状態までになっていた。それに加え、設備の老朽化や従業員の高齢化などの問題も顕著に現れ出している。剪定を終えて事務所に戻ると、中から悲痛な声が聞こえてきた。ですから、使用機器の修繕費だけでもご検討いただけませんか？それはできません。あくまで旅館はそのままというのは先代との契約がありますよね。はい。では、良いお返事をお待ちしております。みすずさん？すでに事務所へ入ってしまっていたので、声をかけない方が不自然かと思い、俺は電話を切った彼女の後ろから声をかけた。みすずさんはビクッと肩を上げ、苦笑いをしながらこちらへ振り返った。雪村くん。聞かれちゃったかな。グループの上の方に資金援助を頼んでたの。でも、またダメっぽい。みすずさん。俺はだんだんと肩が落ちていく彼女に、かける言葉が見つからなかったが、
この旅館を守りたいのは俺も同じだ。世の中が突然変わるなんて今のご時世あり得ることです。クラスメートの一人がある日突然アイドルになるとか、そういうの。諦めず機を待ちましょう。ね。そうね。明日になったら、急に私たちに取材が押し寄せるかも。それじゃあ、準備は万全にしておかないとね。桜の間と時の間の掃除は終わってるかしら？みすずさんは見透かすようにニヤニヤとした顔でそう言った。俺は完全に忘れていたことを言い当てられ、急いで事務所を出ようとした。その時、みすずさんの声がぽつりと聞こえた。ありがとう。俺は軽く笑顔だけ向け、清掃へ向かった。桜の間と時の間は旅館の名を冠していることもあり、旅館の一番奥にある、一番高級な部屋となっている。つまり、ここも最近は全く使われていない。俺は掃除をしながら、初めてここで働き出した時を思い出していた。先代に案内されて、初めてここへ入った時、思わず声が出てしまったほどだった。部屋の作りや調度品もだが、何より外の景色に圧倒されてしまったのだ。そういえば、みすずさんと初めて会ったのもその日だった。俺が二人っきりの時は、みすずさんと呼ぶのは、なぜか先代がそうしろと言ったからだった。まさかその後、すぐにみすずさんがお上になってしまうとは思いもしていなかったので、少しややこしいことになってしまっている。時の間は、この旅館で一番桜が楽しめる部屋だ。もしかしたら、今日突然ここに泊まりたいというお客様が現れるかもしれない。俺は広い部屋に一人、そんなことを考えながらふっと笑っていた。奇跡を語りながらも、どこか頭は冷静だった。だが、その時だった。何やら旅館全体に騒がしい空気が流れ出した。早歩きの足音とともに、先輩が戸を開け顔を出した。雪村くんここにいたの？今大変なのよ。とにかく玄関へ行くわよ。え？経験のない状況に俺はあたふたしてしまったが、どんなに急いでいても姿勢を崩さない先輩はさすがだった。玄関に近づくにつれ、似つかわしくないガヤガヤ感が増してきた。そして、俺の目の前に広がった光景は、まさに予想もしなかったものだったのだ。聞こえてきたのは、みすずさんの困惑した声だった。どなたか、日本語を話せる方はいらっしゃいますでしょうか？順番にお話を。ダメだわ。全然聞き取れないし伝わってない。みすずさんに矢継ぎ早に声をかけていたのは、海外旅行客たちだった。しかも見た感じでは、一つの団体ではなく、いくつかのグループが一気に押し寄せているようだった。スタッフも集まってきていたが、ジェスチャーで何とかしようとするばかりで、混乱を余計に招いているように見えた。予想もしないことが本当に起きてしまっていたのだ。原因はわからないが、とにかく当人たちに聞くしかなかった。俺は道を開けてもらい、みすずさんの横に立った。雪村くん、翻訳アプリ使える？私のじゃどうしようもなくて。俺はスマホを握りしめていた彼女の手をそっと下げた。え？俺はまず、一番人数の多いグループの元へ行った。どうやら英語圏の人たちだったようだった。俺はその中の一人と英語で話をした。どうやら宿泊予定だったホテルがダブルブッキングをしてしまい、焦ったホテル側が客室が空いているだろうと、この旅館を紹介したそうだ。本来ならあってはならないことだし、まずは事前にこちらへ連絡を入れるのが筋だ。しかし、まずはお客様の宿を確保しなければならない。悔しいが、空き室があるのは事実だった。俺は部屋の振り分けに奔走した。ほとんどが英語で大丈夫だったが、中国、韓国からのグループもいくつかあった。俺は言語を使い分け、人数を確認し、それに合った部屋を振り分けていった。部屋のおもてなし準備はいつも完璧なのだからすぐに案内できた。スタッフはみんな唖然としていたが、とにかく指示を出して動いてもらった。ようやく玄関ロビーから人がいなくなり、今度は仲居としての仕事へ戻ろうとした時だった。みすずさんが俺の袖を引っ張り、驚きでいっぱいの表情を向けながら言ったのだ。雪村くん、お礼を先に言わないといけないのは分かっているのだけれど、海外の方へあんな流暢な接客対応ができるなんて、あなた、本当にただのアルバイトなの？俺はどんどん袖を握る力の強くなるみすずさんの手を笑顔で外した。語学はもともと好きだったんです。趣味で勉強してたことが役に立つとは思いもしませんでした。でも、英語だけじゃなかった。
他の言語も気になりだしたら止まらない凝り性なだけですよ。では仕事へ戻ります。ありがとう、雪村くん。俺は振り返り、笑顔で一礼し、仕事へ向かった。食事関係のことを各部屋へ確認しに行き、旅館のルールを説明した後、俺は改めて簡単な説明書きを作り、各部屋へ配った。説明をしっかりして、要望も確認できていたので、別の仲居が担当になっても全くトラブルは起きなかった。むしろ、お客様はみんな、旅館に泊まれてラッキーだった、とまで言ってくださったのだ。世の中が突然変わることが起きてしまった。閑古鳥の鳴いていた老舗旅館は、突然笑顔の海外旅行客が行き交う場所に変身してしまったのだった。翌日、ほとんどのお客様はチェックアウトとなった。握手を求められたり、記念撮影をしたり。他の仲居やみすずさんにも、お客様がいかに満足されたかは十分に伝わっているようだった。日本を知れてよかったとの言葉が、俺は特に嬉しかった。ダブルブッキングを起こしたホテルにはしっかり抗議し、お客様たちの宿泊代をきっちり請求させてもらった。なんとかなったからよかったけど、こんなことが起きるなんて、私たちも気をつけないといけないわ。事務所で請求書の作成をしていた俺に、みすずさんは電話を切った後話し出した。その表情はホテル側に怒っているような、お客様がいなくなって寂しいような、なんとも言えないものだった。しかし、真意はどれも違っていた。雪村くん、私ね、今回のことでより強く思ったの。お客様皆様喜んでくださってた。そうですね。本当によかった。それでね、やっぱりホテルと旅館の違いって大切だなって思ったの。みすずさんはコピー用紙に簡単な図を書きながら話を続けた。旅館業法っていう法律を知ってる？今は法改正が行われたから違うのだけど、昔は旅館とホテル、明確な違いがあった。うちみたいな老舗は、その法律の時代からだから、内観も外観も和式に徹底しているわ。今は旅館スタイルの施設も増えたけど、ここには日本の文化と美がある。コピー用紙はいつの間にか、たくさんの桜の花の絵で埋め尽くされていた。美意識は国によって大きく違うから、無理だって思い込んでいたの。でも、そこまで言うと、彼女は真剣な眼差しで顔を上げた。お客様、皆様喜んでくれてたよね。俺はその問いかけに笑いながら大きくうなずいた。もちろんです。なんなら、直接いただいたお褒めの言葉、訳して一覧表にしましょうか。やっぱりお父さんは間違ってなかったんだ。お父さんが言っていたことを思い出したの。この国でしか得られない感動と美しさが、この花時にはあるんだ。だから、守りたいって。私も改めて実感したわ。この花時は、誇るべき旅館だって。そういうや否や、みすずさんはガタッと立ち上がった。ねえ、雪村くん。この旅館、海外へ向けてのアピールを強化してみたらどうかな。もちろん、日本の人にも来てほしいけどね。お父さんが言っていたことは、もう私の夢になってるの。昨日の様子を見て確信したわ。花時なら、日本の素晴らしさを海外の人にも伝えられるって。意気揚々と話してくれたみすずさんだったが、俺の答えを聞く前に、ストンと椅子に腰を落としてしまった。まあ、それも、資金と人手があればだよね。まずはこの問題から抜け出さないとか。いえ、やりましょう。みすずさんは感情の切り替えがうまくいっていないような表情で固まってしまった。俺はそばの椅子に座り、ゆっくり彼女へ向けて話した。俺、この旅館を潰さないことばかり考えてました。拾ってもらった恩もあるので、みすずさんもそうだと思ってたんです。でも違った。あなたの夢はもっと大きく先を見据えていたんですね。だから、俺にも手伝わせてください。でも、この旅館の責任者として、やっぱり私がやらないと。もごもごと話すみすずさんに向かって、俺はこほんと咳払いをした。グループ会社は当てにならない。コンサルタントを頼む余裕はない。なら、身内で何とかするしかないでしょ。もう崖っぷちなら、二人で出したアイデアをどんどん試していきましょう。そうね。もうカッコつけてる場合じゃないわよね。雪村くん、力貸してくれる？もちろんですよ。俺とみすずさんはがっちりと握手をした。刻一刻と時間が差し迫る中、旅館、花時は
いよいよ復活の道を歩むことを決めたのだった。老舗旅館だからこそ味わえることとは何だろうか。俺は中居の仕事をしながらそのことを考える日々が続いていた。海外もだが、日本人の旅行客にも興味を持ってもらわなければならない。一度頭をすっきりさせようと、俺は中居の詰め所へ向かった。中には誰もいなかったが、テレビがつけっぱなしになっていた。ああ、つけっぱなしは怒られるのに。俺はテレビでやっていた特集に釘付けになってしまった。インタビューに様々な年代の人が答えていた。俺の頭には、一瞬、いろいろなことがよぎってしまったが、そんなことより先に、足はみすずさんを探しに向かっていたのだった。見つけたみすずさんは、ちょうど事務所に入ろうとしているところだった。俺は、彼女の手をつかみ、一緒に事務所へ入っていった。茶道体験？ええ、さっきテレビで特集をやっていたんです。日本文化に触れたい日本人。日本文化に。今度は、俺がコピー用紙を引っ張り出し、ペンを走らせ出した。着付け、華道、そして茶道。学んでみたいけどきっかけがないって人が増えているそうなんです。そこで、老舗旅館で茶道体験というのを始めてみてはどうでしょうか。ここには先代が揃えた茶器が数多くありますし。茶器そんなにあったかな？頭の整理が追いつかない。俺は紙にプランを書きながら彼女の疑問に答えた。聞いてませんでしたか？俺がここで働けるきっかけになったのは、先代と茶器の話で盛り上がったからなんです。語学と一緒で、気になると何でも覚えたくなるたちなので。確かに、お父さんも学んでみたかったってよく言ってた気がするわ。私にはさっぱりだったけど、でも、お茶の先生を探さないとダメよね。今の旅館の状態で力を貸してくれる人なんているかしら。俺はまだ紙から目を離さず、みすずさんに言った。講師資格は俺が持っているので、問題ありませんよ。雪村くん、茶道できるの？最近私、君に対して驚いてばかりだわ。俺はハッとし、顔を上げた。みすずさんはじっと俺の顔を見ていて、少しの沈黙があったが、彼女はぐっと真剣な目つきになり、俺の手を取った。雪村くん、やろう。どうすればいいかしら。ホームページに載せるだけでは弱いかな。私たちでプランを考えて、みんなに意見を聞きましょう。はい。何でもやってみようと言ったものの、意図せず自分の技量にかかっているような案を出してしまった。不安がなかったといえば嘘になる。茶を立てるなんて何年ぶりかわからなかった。だが、笑顔で手を握ってくれているみすずさんを見ていて、俺は自分の間違いに気がついたのだった。俺一人じゃない。これはみすずさん、そして旅館全員で進んでいく道なんだ。そう思うと、自然と気合が入るのを俺は久々に感じていた。茶道体験は体験のみと宿泊付きの2つを用意した。希望者には着物の貸し付け、着付けのオプションも設けた。敷居を高く感じないように体験動画を作成し、SNS で発信した。講師は俺。体験者はみすずさんで動画を撮ったのだが、みすずさんは茶道経験がないので、リアルな表情が撮れたのが良かった。徐々に拡散されていき、俺とみすずさんは手応えを感じていた。だが、解決しきれていない問題があった。このプランに関しては反対意見もあったのだ。やはり昔からのスタッフにしてみれば、単なる一元さんを呼ぶためのイベントに見えるのだろう。そんなことをこの旅館でやることに嫌悪感があったのだ。それはこの旅館で働くことに誇りを持っているからこそだった。そんなスタッフたちにみすずさんは女将として言い切った。みんなの気持ちはよくわかります。誇りに思っているのは私も同じだからです。この花時に刻まれている歴史を汚すようなことは絶対にしません。ですから、花時の象徴である伝統のおもてなしをできるみんなが何より重要なんです。みんなの力を貸してください。頭を下げる若女将を前に、しんとした部屋にはゆっくりと賛同の拍手が響いていた。みんな気持ちとしてはいろいろな思いがあっただろう。だが、みすずさんも俺もスタッフのプロとしての心構えを信じていた。3日後、ついに初めての茶道体験のお客様が来られた。女性3名様で、茶道に興味があったので、どうせなら素敵な場所でやってみたいと思っていた時、
あの動画を見て予約してくれたとのことだった。みんな玄関の時点で簡単の声を上げていた。先輩が着替える場所まで案内し、着物も希望だったので着付けも行った。そして、あえて庭園などが見える道順を通った。わあ、ザ・日本って感じで心洗われる。ねえ、ここにいるだけで疲れが取れていく気がする。全員が正座で座った後、部屋に緊張感が走った。やはり、体験とはいえ、初めてのことには緊張するものなのだろう。俺は一礼をし、お客様へ話しかけた。皆様、本日は花時をお選びいただきまして、誠にありがとうございます。お着物お似合いですね。皆様、茶道体験の動画を見てくださったと伺っておりますが。はい。旅館も茶道も興味あるねっていつも話していたんです。でも敷居が高いっていうか。でもあの動画を見て、これでいいんだって。ああ。俺は正直な意見につい笑ってしまった。それにつられてか、みんなも笑い出し、部屋の空気が柔らかくなった。茶道体験は、本当に、初歩的なことにした。茶器の説明、そして、実際に立ててみる。最後は、外の庭園で、俺の立てた茶と、茶菓子でゆっくりと、旅館を楽しんでもらうというものだ。茶道体験が無事終わり、手応えを感じながら、俺は庭でゆっくりしている三人を遠くから見ていた。すると、突然後ろからボソッと声をかけられた。心が洗われるみたいだってさ。わあ、先輩、お疲れ様です。雪村くんもお疲れ様。なんだか嬉しくなる光景だね。長く働いていると考えも固まってしまうものなのかもね。伝統を守る、品位を落とさないって意味を知らない間に履き違えていたのかもしれないわ。先輩は少し笑って俺の肩を叩いた。さあ、そろそろお帰りの時間だ。お客様が旅館を出られるまで最高の時間をね。はい。俺と先輩は茶道体験の時間終了を告げにお客様たちの元へ向かった。すると予想外のことが起こったのだ。俺は急いで美鈴さんの元へ向かった。ロビーには着物から着替えたお客様たちが待っていた。美鈴さんが挨拶をする前にお客様の一人が驚きながら言った。動画の美人さんですよね。旅館の人だったんだ。美鈴さんは俺の方を一瞬じとりと見た気がしたが、俺は気にせずニコニコしていた。ご挨拶が遅れました。おかみの春川です。お客様、中井から伺いましたが。はい、もしお部屋が空いていれば、こちらに宿泊したいんです。3名で、みんなでお茶をいただいてるとき、もうこれは泊まらないと絶対もったいないよねって話になって、急じゃ無理ですか？俺には、美鈴さんが気持ちを一生懸命に抑えているのが分かった。嬉しくて仕方ない気持ちを最小限にし、おかみらしい綺麗な笑顔で彼女は答えた。嬉しいお言葉、ありがとうございます。もちろん大丈夫ですので、フロントの方で宿泊の手続きをさせていただきますね。俺は4人の背中を見送りながら、この挑戦に改めて手応えを感じていた。そしてそれは間違っていなかった。口コミはどんどん広がっていき、閑古鳥はどこへやら、宿泊や茶道体験の予約はどんどん増え、旅館には活気が戻ってきたのだった。1ヶ月後、花時の経営は順調にいっていた。多くはないが、海外の方からも予約が入り出し、美鈴さんが言っていた海外へのアピールも進め出せそうだった。しかし、波乱は予想外のところからやってきたのだ。それは、俺が玄関の掃除をしている時だった。玄関に横付けするように、黒い高級車が止まったのだ。駐車場を案内しようと近寄ると、中から頭からつま先まで、高級品で身を包んだ男性が降りてきた。俺が声をかけると、男はちらりと俺を見た後、つかつかと歩きながら命令をしてきた。お上のところまでさっさと案内しろ、下っ端。何者なんだ、など考える暇もなく、男はどんどん進んでいった。嫌な予感はしたが、案内するしかなく、俺は事務所へ彼を先導した。戸を開けると、帳簿を見る美鈴さんがいた。戸の開いた音で、こちらを向いた美鈴さんは、男の顔を見ると、一瞬眉をしかめたが、とっさに表情を戻し立ち上がった。秋月さん、急にどうされましたか？雪村くん。こちらは胡蝶グループ本社の専務、秋月重徳さんです。お茶を用意してくれる？はい。
あ、茶は好きではないので結構。いつも電話では拉致が開かないだろう。だからわざわざ忙しい時間を縫ってきたというわけだ。そう言うと、彼は机を挟んで、みすずさんの前にドンと腰掛けた。俺は結局、二人から少し離れたところで立っていることになってしまった。しかし、嫌な予感は当たっていた。この男は、みすずさんが資金援助をずっと頼んでいた相手だったのだ。雰囲気から見て、いい知らせを持ってきたとは到底思えなかった。秋月さん、お時間がないということでしたら、早速ご用件をお伺いいたします。はは、ずいぶんな言いようだな。うんざりするほど金の無心をしてきたのはどこの誰だったかな。ですから、最近は目処が見えてきたとお伝えしたはずです。花時はこれからなんです。みすずさんの初めに作った表情は、すでに怒りで消え去っていた。しかし、そんなこと気にもならないように、彼は薄ら笑いを浮かべていた。確かに客は入り出している様子だ。だがこれが一時的ではないと断言できるのかい？仮に続いたとしても、こちらが提示している売り上げになるまでどれだけかかる？ここはマイナスからスタートしていることを忘れてはないだろう、おかみ。秋月さんの言うことは、経営者としてはもっともだった。この旅館は、経営難が続いていたので、今客足が戻ってきたとはいえ、まだまだ負債はある。しかし、ようやく元に戻りかけている花時の歩みを止めたくはなかった。みすずさんも同じ気持ちなのだろう。だが、それを踏みにじる宣告を秋月さんはしてきたのだ。3ヶ月やろう。それで売り上げが見込めないと判断したときは、この旅館を売却、もしくは完全にうちのものとして経営権をいただく。昔の中途半端な決め事が邪魔なんでね。うちの旅館風スタイルの施設に変えれば、すぐに売り上げなんて取れるしな。それでは、花時がなくなってしまう。それはできないと何度も言ってるはずです。相変わらず薄ら笑いをしたままの秋月さんだったが、突然笑うのをやめ、みすずさんの手を取り、自分の方まで引っ張った。急なことに体勢を崩したみすずさんを腕ごと引っ張り上げ、自分の顔に彼女の顔を近づけ、低く真剣な声で言ったのだ。でしたら、私と結婚しますか？あまりにも予想外の言葉に、みすずさんも俺も喉が凍ったように動かなかった。何言ってるんですか？ようやく動けたみすずさんは叫びながら掴まれた手を振り払った。秋月さんはやれやれといったジェスチャーを取り、また笑い出した。悪い話ではないんですけどね。あなたが私と結婚するなら、資金援助を増やしてもいい。この旅館は今まで通りにはやっていけるでしょう。そして、あなたには広告塔になってもらう。例の動画で自分がいかに注目を集められる存在なのか、わかったでしょう。うちとしても使わない理由がない。ほら、これでみんなハッピーだ。俺はいよいよ我慢できず、彼の方へ歩き出した。それに気がついたのか、俺を手で制し、みすずさんは立ち上がり、秋月さんへ向かって言い切った。3ヶ月ですね。花時は必ず復活します。お帰りください。はは、今度は何体験を始めるのか楽しみにしてますよ。秋月さんは最後まで笑いながら旅館を後にした。事務所で座ったままでいるみすずさんに、俺はお茶を入れ、向かいに座った。雪村くん。はい。さっき私が止めなかったら、どうするつもりだったの？お茶に目を落としたまま、みすずさんは聞いてきた。俺は頭を少しかきながら正直に答えた。多分ですが、ふざけんなって言いながら胸ぐら掴んでたかと。秋月さん、昔柔道やってたらしいわよ。それでもぶちかましますよ。俺の精一杯の言葉に、みすずさんは顔を上げて思いっきり笑い出した。そうね。強いって分かってても、ぶちかますしかないよね。雪村くん、今度は大勝負になる。また力を貸してくれるよね。ええ、みすずさん。いよいよ本格的に着手しましょう。海外です。俺たちはこの大勝負に、みすずさんの夢もかけることにしたのだ。少しではあるが、土台はできている。あとはいかに海外向けプランを組むかということだった。俺たちは毎日話し合った。仲居としての仕事、茶道体験、そして隙間の時間に情報収集と、みすずさんとの話し合いを重ねた。時間はないが、どれも手を抜くことはできない。ある日、事務所でみすずさんを待っているとき、俺はついうとうとと船を漕いでしまっていた。
夢を見ていたのか、俺はあの海外旅行客で溢れた日のことを思い出していた。みんな笑顔で寝るのがもったいないと言っていた。もっと何かできることがあればよかったのかもしれない。そんな時、目の覚めるような出汁と味噌のいい香りがしてきた。あ起きた？雪村くんお疲れだもんね。はい。おにぎりとお味噌汁。お茶入れるわね。ありがとうございます。俺は味噌汁を眺めた後、ゆっくりと一口飲んだ。しっかり出汁から取り、味噌も自家製。花時の食事には欠かせない一品だ。雪村くんどうかした？はい、お茶。君の作った味噌汁を毎日飲みたい。俺は味噌汁とおにぎりを食べ、考えを整理した。そして、やはりこれしかないと思い、みすずさんの方を見た。なぜか、みすずさんはお盆を抱えてわたわたしていた。みすずさん。はい。ここは徹底的に、本格的に行きましょう。俺は彼女の用意してくれた味噌汁、おにぎり、そしてお茶を手で差しながら話した。味噌汁もおにぎりも日本の文化だ。プロポーズの言葉の代名詞になるくらいですしね。だからこそ手軽に食べられるものが今たくさんある。でもよく聞きませんか？身近な食べ物の最高級バージョンを食べてみたいって。それって？はい。花時のご飯は釜炊き。出汁も一から取る。漬物ももちろん自家製。日本へ旅行に来る人で、おにぎりと味噌汁を知らない人はいないでしょう。だが、この丁寧な作り方を知らない人も多いはずです。日本の家庭でもなかなかできることじゃないんですから、それを体験できる。これに茶道体験も合わせれば、本格的和の体験になると思うんです。みすずさんは目をつむりながら、想像しているようだった。そして、ゆっくり目を開けた。老舗旅館で日本文化を実体験できるか。想像したら私も参加したくなったわ。やりましょう。でも今、言語は雪村くんに頼むしかないから、負担が大きくなってしまうんじゃ。何言っているんですか？いくらでも何でもやりますよ。いや、やらせてください。うん。こうして俺たちは、海外へ向けてのプランを大急ぎで考えていった。プランを作ると、それだけ同時進行が多くなる。忙しさは倍増するが、みすずさんはスタッフ全員に旅館の現状を話したことで、みんなの士気はすでに高まっていた。もちろん、結婚云々のことはさすがに話さなかった。海外向けに作ったプランはこうだ。日本の一日満喫プラン。夕食は花時自慢の料理を堪能していただき、朝食はレクチャーを受けながら味噌汁とおにぎりを作ってもらう。そして、ゆっくり旅館を楽しんでもらった後、茶道体験だ。つまり 1.5 泊プランとなる。もちろん、宿泊のみも受け付けるが、せっかく日本まで来たのなら、やってみたいと思うものだろう。時間配分が大変だが、大変になるほどでないと、秋月さんに認めさせることはできないのだ。プランは決まったので、あとは海外向けの旅行サイトや雑誌への掲載、そして、滞っていた古くなっていた機器整備をすれば、お迎え体制は完璧だった。だが、俺たちは甘かった。あの人が何もせず、3ヶ月じっと待っているわけなどなかったのだった。その日も茶道体験を終え、宿泊されていたお客様を見送った。しかし、みすずさんは現れなかったのだ。例のプランのことで忙しくしていたが、なぜか俺は不穏な空気を感じてしまった。一応事務所へ様子を見に行くと、そこには受話器を持ったまま、うなだれている彼女がいた。みすずさん、どうしたんですか？雪村くん。もう、私どうしたら？俺は電話が切れているのを確認し、受話器を戻し、みすずさんを座らせた。何があったんですか？秋月さんですか？今、電話があって、資金援助すべて、今日打ち切ることになったって。このままじゃ、海外どころか、通常営業も間に合わない。なんで急に。みすずさんは、ついに顔を手で覆ってしまった。今まで断られていたのは、追加での融資であり、花時は月々の融資は受けている状態だった。ようやく、月々分は終えられそうな営業状態になってきた、とはいえ、今それがなくなると、自転車操業にもならず、赤字が増えていくだけになる。秋月さんは、俺たちにチャンスを与える気などなかったのだ。諦めちゃダメだよね。今をまず頑張らなきゃ、落ち込んでられない。みすずさん、彼女は俺の方を見ずに部屋を出て行った。それからのみすずさんは、
旅館にお客様がいないときは、事務所で帳簿を見ているか、どこかへ行っていた。食材の仕入れ先を回り、数百円でも安くしてもらえないかと、一生懸命に頼み込んでいた。しかし、今の花時の仕入れ量でそれは厳しく、何より農家自体も収穫量が厳しい時期だった。疲れた顔で帰ってくるが、お客様が来られるとおかみになり、終わるとまた、帳簿を見ながら頭を抱えていた。そんなみすずさんを俺は見ていられなかった。何より、何もできない自分が歯がゆくて仕方なかった。俺が事務所へ入ると、みすずさんは帳簿を広げながら眠ってしまっていた。俺は、持ってきたおにぎりと味噌汁を少し避けて机に置き、彼女の隣に椅子を持ってきて座った。いい香り。あれ、私寝てた。何をどこまで考えてたっけ。帳簿をバラバラと焦りながらめくる。彼女の手を、俺は握って止めた。雪村くん。今は冷める前に食べてください。食事ちゃんととってないでしょう。みすずさんは、震える唇をぐっとつぐみ、帳簿を畳んだ。そして、俺が差し出したお盆から、味噌汁を一口飲んだ。小声で美味しいと言った後、碗を戻した。もう、花時を守れないかもしれない。せめてみんなの職場としては残さないと。お上として最後の仕事として。みすずさん、まさか、秋月さんの結婚話に乗るつもりじゃないですよね。みすずさんは、俺の言葉に一瞬ビクッとした後、ゆっくりと俺の方へ向いた。その目からは、今まで一生懸命に耐えてきた涙が、今にも流れ出しそうだった。だって、それ以外もうないじゃない。どれだけ馬鹿にされようが、みんなを守れるなら。それじゃ、あなただけずっと一人じゃないか。気がつくと、俺は彼女を抱きしめていた。右肩がポツポツと濡れていくのが分かった。俺は、さらに力を強め、彼女を懸命に自分のそばへ寄せた。もう一人で抱え込むのはやめてください。一緒に頑張るって言ったでしょう。俺はあなたを絶対に一人にしない。耳元でぐずぐずと泣いている声が聞こえていた。そして、俺の背に手が回ってきて、服をぎゅっと握られているのが分かった。俺が先代に雇ってもらった時、一つ頼まれたことがあるんです。何？みすずの友達になってやってほしいって、同世代で頼りになりそうな人が来てくれないかと思っていたそうです。そのために雇うわけではないが、もし君がみすずを助けたいと思った時は、よろしく頼むと。それで、初めて会った時から名前で呼んでたんだ。俺は、ゆっくりと体を離し、涙でくしゃくしゃになったみすずさんの顔を指で軽く拭いた。そして、彼女の目を見ながら言った。俺も初めは戸惑いました。でも、真面目でこの旅館が大好きで、優しくて、自己犠牲を厭わないみすずさんを支えたいと思ったのは、先代に言われたからじゃない。俺の意志です。俺の本心だ。あんなわけのわからない奴と結婚なんてさせてたまるかよ。雪村くん。俺は勢いに任せて、いろいろやらかしてしまったことが急に恥ずかしくなり、きっちり、みすずさんから離れ、彼女の乱れた髪をささっと直した。とにかく、まだ宿泊予約は入っているんです。何が起こるかわからないのは、俺たち経験済みでしょう。何かあったら、俺に必ず話してください。また一緒に考えればいい。結婚以外で。俺はいよいよ、いたたまれず立ち上がり、事務所を出ようとした。すると、後ろからみすずさんのクスクスと笑う声が聞こえ、思わず振り返ってしまった。そこには、泣き晴らした目を細めながら、綺麗に笑う彼女の顔があった。ありがとう、そうたくん。私も本当は、結婚は別の人としたい。ありがとう。俺は勢いよく一礼をし、事務所を出た。旅館の状況が変わったわけではないが、俺の心は、何かが変わりそうな予感で溢れていた。翌日、その日はもともと天気が崩れると予報が出ていたこともあり、予約客は一組のみだった。しかも1名様だ。今の状況で一組しか予約がないのは辛いところだが、みすずさんが花時のおもてなしを全力で、とみんなに喝を入れてくれていた。そのお客様は少し早めの時間にやってきた。お待ちしておりました、佐伯様。お荷物お預かりいたします。早めに着いてしまってすみません。雨に降られそうでしたので、俺は、いえいえと言いつつ、荷物を預かった。ブランド物のスーツケースを持ち、今時な風貌だが、
丁寧な言葉遣いで、なんとも不思議なお客様だった。正直、老舗旅館に興味があるようには見えなかったのだ。佐伯様、お待ちしておりました。おかみの春川です。どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。ああ、おかみさん。動画を拝見しました。とてもキャッチーでしたよ。ぜひお話を伺いたいですね。お恥ずかしい限りです。チェックインへ向かう佐伯さんを見送りながら、みすずさんはこそっとお礼声をかけてきた。お話って、撮影の裏話ってことかな。若い人ですし、そういうのが気になるのかもしれませんね。じゃあ行ってきます。俺は荷物を抱え、佐伯さんの案内へ向かった。通したのは桜の間だった。つまり、この旅館で一番高い部屋だ。俺もここへお客様を通したのは、相当久しぶりだったので、少し緊張してしまった。桜の間と時の間、どちらか悩んだのですが、桜の間は唯一、桜ではなく、山や木々を楽しめるっていうコンセプトが気になりまして、面白いですよね。はい、創始者である先々代のこだわりだったそうです。では佐伯様、何かございましたらお呼びください。一通り説明を終え、立ち去ろうとした時だった。佐伯さんは俺を呼び止めたのだ。この旅館案内の英語バージョン、手作りのようですが、どなたが。俺は急いで部屋の中まで戻った。普段ならお客様に合わせて置いておくのだが、よりによって片付け忘れていた。失礼いたしました。これは海外からのお客様用に私が作成したものでして。業者に頼んだりせずご自身でパンフレットを作成し直せばよかったのでは？海外からのお客様はまだ多くありませんので、自分たちでできることはやろうと思いまして。俺は作り笑いで一生懸命だった。言葉を間違えば経営難を疑われてしまうからだ。佐伯さんは俺の顔を見た後、ニコリと笑った。そうでしたか。変な話をしてしまい、失礼しました。夕食楽しみにしています。今度こそ、俺は桜の間を出ることができた。夕食も無事済み、旅館は一部を残し、ゆっくりと消灯した。俺は外廊下で少し夜空を眺めていた。なんとなくもやついた気分を抱えていたからだ。そうたくん。ああ、みすずさん。って外で名前呼びはダメですよ。大丈夫よ。もう夜中だし、二人っきりだもの。みすずさんはそう言うと、おかみと仲居でいられるギリギリの距離までそばに来た。久々にお客様に泊まってもらえて、桜の間も嬉しいだろうね。ああ、そういえば、どうして桜の間って名前なのに桜が全く見えないんですか？どの部屋でも桜が見えるのが花時の特徴だと思っていたんですが、その時、キシキシとこちらへ向かってくる足音が聞こえてきた。俺たちが同時に振り返ると、そこにいたのは佐伯さんだった。佐伯様、どうかなさいましたか？ここは夜は冷えますので。大丈夫ですよ。それよりちょうどよかった。お二人を探していたんです。少しお時間いただけないでしょうか？え？突然のお客様からのお誘いに戸惑いつつ、俺たち三人は電気のついているロビーへ移動した。待合の席へ座り、俺がお茶を用意すると、佐伯さんは一口飲んだ。そして、笑顔を浮かべ話し出した。突然申し訳ありませんでした。改めて、私、萩クリエイティブ代表、佐伯匠と申します。そう言いながら、佐伯さんは名刺を俺たちに差し出した。萩。萩クリエイティブって、世界的 IT 企業ですよね。私、海外へ広告を出せる会社を探していたのですが、必ず御社がトップに出てきていましたもの。みすずさんは、ネットでしか見なかった名前の人物が、目の前にいることに驚きを隠しきれていない様子だった。知っていただいていたとは話が早い。実は、我が社の新しい事業を共に進んでくれる方を探していたんです。日本の様々な場所を巡りましたが、あの動画を拝見して、こちらへ来た次第なのです。その、新しい事業というのは、どういったものなのでしょうか？みすずさんの問いに、佐伯さんは背筋を伸ばし、真剣な目を俺たちに向けていった。この日本、和の文化をより深く海外へ広めるというものです。こんな素晴らしい老舗旅館が茶道体験プランを始めたのは、もしかすると同じ考えなのかもしれないと思ったのです。さらに調べると、こちらでは、以前急な海外旅行客の飛び込み宿泊があった。SNS でのつぶやきはみんな一貫していました。素晴らしい日本を知ることができたと。
私としてはぜひ前向きに検討していただきたいのです。夢のような展開だった。だが、みすずさんが言ったのは驚きの言葉だった。佐伯様、素晴らしいご提案ありがとうございます。ですが、お断りさせていただきます。理由を聞いても、みすずさんはうなずき、凛とした表情で語った。それは、今までも絶対に譲れなかったもののことだった。私たちは、この花時を通じて、和の文化を感じていただきたいと考えています。花時がなければ意味がないのです。利用するためだけの旅館に変えることはできません。佐伯さんはじっと聞いていた。そして深くうなずいた。おかみさんの考えは十分伝わりました。やはり私の直感は間違っていなかった。言葉足らずで失礼しました。うちの事業と言いましたが、実際は資金援助をさせてほしいという意味なんです。この旅館の維持費用、あと今後海外へ向けてのプランにも援助させてほしい。そういう意味なんです。でもそれでは、好きなようにしてくださいって言ってるようなものなのでは。その通りです。何かすでにお考えのプランをお持ちですか？実は今プランだけはできているんです。資料持ってくるので見てください。みすずさんは早足で事務所へ向かった。俺と佐伯さん二人になり、少し気まずい空気が流れそうになったが、佐伯さんはお茶をもう一口飲み入った。狭山茶ですか。やはり味がいいですね。入れた方の腕もいい。ありがとうございます。そんなやりとりをしていると、みすずさんが戻ってきた。日本の一日満喫プランの資料をおずおずと佐伯さんに渡した。彼は経営者の目というのだろうか、先ほどまでの柔和な顔がキリッとしたものに変わり、じっくり資料を見ていた。そして最後まで読み終わると、なぜか俺の方を見てきたのだ。とても面白い案だ。やってみる価値は十分にあると思います。海外にも日本人に向けても、改めて楽しく文化に触れてもらいたいという気持ちに溢れている。まさにここでしかできないことですね。考えたのは雪村くんでしょ？いや、私は思いついただけで。聞き間違いではなかった。確かに佐伯さんは、俺のことを雪村くんと呼んだ。常連でもない限り、中井のことを訓呼びすることはまずない。俺はわけのわからないまま、彼の顔を見た。何かずっと、もやもやしていた気持ちが、あと少しで晴れそうだった。萩、佐伯、まさか佐恵。俺の言葉に即座に反応した佐恵は、立ち上がり深く一礼をした。はい、お久しぶりです、雪村くん。お知り合い？困惑するみすずさんと、俺は目を合わせられなかった。佐恵は、俺たちの様子を見て、俺が自分のことをみすずさんに話していないことを察したようだった。俺はもう隠していても仕方ないと思い、みすずさんへ話し出した。彼、佐伯様はうちの茶道教室に少しの間通っていたんです。父がその道では有名だったもので、佐伯家も名家なので、そのつながりで、俺の煮え切らない説明に、みすずさんは眉を潜めながらもじっと聞いていた。その時、佐恵が口を開いた。雪村くん、私からお上に説明してもいいかな。私が説明しないといけない話だと思うんだ。佐恵は座り直し、話し出した。雪村くんの家は茶道。裏千家の名門なんです。つまり雪村くんは跡取りで、若くして茶名を授けられています。そして佐伯家も茶道家として有名だったのですが、私は茶道に反抗的でした。名門となれば色々なしがらみも見えてきます。私は人間不信になる一方でした。強制的に雪村家の茶道教室へ入れられたんです。父としては雪村くんを見習えというつもりだったのでしょう。雪村くんとのマンツーマンでの茶道教室でした。佐恵はあの頃を思い出すように目をつむった。俺は彼には思い出してほしくなかった。俺がこの旅館にいる時点で、その思い出がどういう結末を迎えたか分かっているということだからだ。忘れてしまえばいいのにと思いつつ、嫌が王にも俺も思い出し始めてしまった。雪村くんは、茶道も佐伯も、親父も兄貴も何もかも嫌いだという私に寄り添ってくれました。好きなサッカーの話をしながらね。私は勘違いしていたんです。親の考えは私に茶道をさせることだったけれど、雪村くんは茶道を嫌いにならないでほしいと、私に対して思ってくれていたんです。基礎から一緒にやり直してくれました。私は、
楽しいと思ってしまった。思わなければ、こんなことにはならなかったのに。さえは辛そうな顔を俺に向けたが、奥歯をぐっと噛み、話を続けた。家へ帰って親に、茶道も楽しい気がすると言ってしまったんです。すると親は安堵したように言いました。これでやっと、佐伯家の面目も保たれる。しっかり兄のサポートができる男になれと。そんな。みすずさんは眉を下げ口元を押さえている。思えば、ここにいる3人とも後を継ぐ身という共通点があった。だが、3人とも辿った道は全く違うものだったことに、俺は不思議な縁を感じてしまった。さえは話を続けた。イライラが自分の中に溜まっていくのを感じたまま、翌日も私は雪村くんの元へ行きました。雪村くんは私の様子がおかしいことに気がついて、今日はやめようかと言ってくれたんです。でも意地を張って、やると言いました。苛立ちをぶつけるように茶を立てる私の手を、彼は止めました。さえ、今日は茶をやめよう。やめて話でもしよう。ああ、昨日のサッカー見たか。あの試合は。うるさいんだよ。俺がどうしようが何しようが関係ないだろうが。何が家元だ。何が茶道だ。何が面目だよ。さえ。怒りを抑えきれなかった私は茶をぶちまけ、そばに飾ってあった茶器をつかみ、畳に叩きつけたんです。割れた破片は私の目のそばをかすめ、私はそのまま病院へ。それから一切茶道には関わりませんでした。親からも諦められ、兄からの勧めもあり、留学を経て、今の会社を立ち上げたんです。髪が少し動いて見えたさえのこめかみあたりには、まだうっすらと傷跡が残っていた。さえは一気に話したからだろうか。深く息をつき、お茶を飲もうとした。だがやめてしまった。片手で持っていた手が軽く震え出し、両手で湯飲みをぐっと握っていた。雪村くんのことは気になっていました。でも茶道のことはもう考えたくなかった。だから、会社が軌道に乗り出したとき、兄が教えてくれるまで何も知りませんでした。俺のやったことを、全部雪村くんが被って破門になっていたなんて。俺が勝手に切れたせいで、雪村くんの大切なものを奪ってしまっていたんだ。さえ、いいんだ。全部俺が勝手にやったことなんだから、忘れればいい。今お前は自分の世界を見つけられたんだから。目を覆いながら涙を流しているサエに俺は叫んだ。だが、サエにとって、あの日は、茶道から離れてもずっと忘れられない傷になっていたのだろう。彼は泣きながら震える声で話し続けた。よくない。俺は知ってるんだ。何百万もする萩焼きの碗を叩き割り、茶をぶちまけたか親に聞かれたとき、雪村くんは、茶道も、雪村の名も自分には必要ないと言ったって。俺の言ってたことですよね。それを聞いて俺は、なんてバカなんだって。雪村くんは俺をかばって。俺は、サエの手から湯飲みをそっと取り、たまたま2枚入っていたハンカチを、サエとみすずさんに渡した。自分の涙は袖で拭いた。少しの沈黙の後、落ち着きを取り戻したサエが話し出した。動画を見たとき、すぐに雪村くんだと分かりました。あの日のことが蘇ると同時に、よく雪村くんが言っていたことを思い出したんです。自分は茶道がそばにあったことに感謝してる。日本のいいところをたくさん知れたから、いつか海外にもこの和の文化を広めたいんだって、その時からもう語学も習ってましたもんね。そういえば、サエには言ってたか。サエもかっこいいじゃんって言ってたっけ。あ、もしかして。俺はサエの顔を見て、そしてみすずさんの顔を見た。みすずさんも話が繋がったという顔をしている。これで納得してもらえますか？私が援助したいのは、雪村くんへの謝罪の意というだけではないんです。雪村くんの夢に、私は何年も前から同意してた。雪村くんが動き出した以上、手を貸さない理由はないんです。私にもお手伝いさせてくれませんか？佐伯様。さえ、おかみ、私の友人がここまで言ってくれています。どうでしょうか。みすずさんはもう一度涙を拭き、立ち上がり、さえの手を取った。そしてさえも立ち上がり、手を固く握った。そして、二人とも俺の方を笑顔で見てきた。俺も立ち上がり、二人の手の上に自分の手を乗せた。さえ、みすずさん、よろしくお願いします。他に、宿泊客のいない旅館に、
大人たちのエンジンのような声が響き渡ったのだった。それからは一気にことが進んでいった。海外への広告宣伝はすべてハギクリエイティブが請け負ってくれた。花時側は好評だった動画を改めて撮り、英語字幕で編集し投稿した。あとはただ待つしかなかった。しかし、動画投稿から間もなく、海外から予約メールがどんどん届いたのだ。国内でも動画は拡散され話題になっていた。すでに旅行で日本に来ていた海外旅行客が情報を見て来館してくれたのが、このプラン初のお客様となった。俺は花時で学んだ伝統のおもてなしの精神、そして茶道で成し遂げたいと思っていた人と人、国と国の調和を心がけていた。結果、大好評を得ることができた。お客様たちは自分で握ったおにぎりや出汁を取っている様子、着物で日本庭園でくつろぐ様子などを SNS に上げてくれたものが、さらに人と話題を呼び、予約はどんどん埋まっていった。メディアでも取り上げられたこともあり、花時の存続はいよいよ現実味を帯びてきたのだった。こうして、花時の復活はすでに見えてきていた。みすずさんは意を決し、秋月さんへ連絡をした。ここまでの大躍進を遂げているのに、一切何も言ってこなかったのが不思議だったのだ。さえの会社から資金援助を受ける話も通したが、なぜか秋月さんではなく別の人が OK を出してくれていた。電話を切ったみすずさんは何とも言えない表情をして俺に言った。そうたくん、副社長が来るって。え？ 2 時間後、胡蝶グループの副社長が現れた。そしてよく見ると、後ろに肩身を狭くした秋月さんもいた。春川さん、ご連絡ありがとうございました。ちょうどこちら方面へ出ていたのでよかった。今日で最後でしたしね。最後？ああ、事務所こちらです。副社長を事務所へ通し、みすずさんと向かい合わせに座った。しかし、俺はともかく、なぜか秋月さんも立ったままだった。春川さん、まずは謝罪させてください。うちの秋月が随分横暴極まりないことをしていたようで、本当に申し訳ありませんでした。どういうことでしょうか。副社長は、じろりと、後ろに立つ秋月さんへ視線を送った後、話し出した。確かに以前の花時の経営状況は、議題に上がるほどでした。ですが、花時を壊さずグループへ入ってもらうというのは、契約で決まっています。ですので、できる限りは手を貸すというように、担当の秋月に伝えていました。俺もみすずさんも、言葉が出てこなかった。秋月さんは、完全に青ざめていた。結論から申し上げますと、本来ならこちらへ行くはずの資金は、すべて秋月が横領していました。まだここにいるのは、金に手をつける前に発覚したので、全額返金させ、社内での処罰で解決となったからです。大変な思いをされた花時の皆様にしてみれば、歯がゆいかもしれませんが、どうかご理解いただければ。ということは、結婚とかそれも何もかもなしってことでしょうか。結婚？なるほど。秋月の処分は本日付の予定でしたが、申し訳ありません。後々秋月の処遇はお伝えいたします。どうやら社内会議のやり直しをしなければならないようなので。秋月さんはもう倒れるのではないかと思うほど顔色が白くなっていた。何も言わないのはすでに処遇が決定しているからだろう。副社長は立ち上がり、みすずさんへ手を差し出した。春川さん、今後我々がどうしていくか、また話し合いたいと思っております。ホテル業界に身を置く者にとって、花時は憧れの場所ですから、頑張ってください。では、この度は、大変申し訳ありませんでした。副社長は、深々と頭を下げ、事務所を出て行った。秋月さんは動かなかった。散々なことをされていたようだが、このままにしておくわけにもいかない。俺は、彼の肩をトンと叩いた。すると、目をカッと開き、俺に掴みかかってきた。畜生、俺は会社のために動いただけなんだぞ。こんな過去の遺物を使えるようにしてやろうとしただけじゃないか。俺の言うことを聞いとけばよかったものの、余計なあがきをしやがるから俺は、こんな。会社のためだなんて、金は自分のものにしてたんだろう。花時にあんたの力は必要ない。俺は思いっきり彼の手を掴み振りほどいた。すると、先ほどの勢いはさっと消え去り、彼の顔は再び色を失った。花時に必要ないか。その言葉を最後に、
秋月さんはふらふらと旅館を出て行った。ようやく俺たちは最後の壁を乗り越えることができたのだ。あとはしっかり花時の運営を軌道に乗せるだけだった。3ヶ月後、花時のロビーにはたくさんの人が溢れていた。海外の人もいれば日本の人もいる。忙しくても花時の精神は忘れず、日々おもてなしをしている。新しいスタッフを雇うこともでき、先輩がビシバシ指導している。つい入った頃の自分を思い出してしまった。これでも雪村くんの時よりは優しくなったつもりだけどね。いや、違うわね。雪村くん忍耐強いと思ってはいたけど、今思うと、茶道名門の後継ぎなら納得だわ。いや、茶道と中井は全然。あれ？俺先輩に言いましたっけ？先輩はにやりと笑った。ああ、佐伯様とお上の3人で話してるとき、みんな柱の陰で聞いてたんだけどね。驚きすぎて声も出なかったわよ。さ、仕事。ささっと、とんでもない発言を残し、先輩は去ってしまった。みんな知ってて、この数ヶ月過ごしていたのかと思うと、恥ずかしくて仕方なかった。平常心を取り戻そうとしていると、みすずさんが血相を変えてこちらへやってきた。そして、そっと耳打ちしてきた。雪村くん、さっき茶道体験の申し込みがあって、今日一つ空きがあったからお受けしたんだけど、お客様のお名前、雪村宗正様って、もしかしてと思って。俺は飛び出しそうな心臓の鼓動を一生懸命に抑えた。SNS やメディア露出があったので、知られていることは覚悟していた。しかしこんな展開になるとは、予想もしていなかったのだ。1時間後ですよね。わかりました、おかみ。俺は中井の仕事へ戻った。心を乱されないように、お客様の前では平常心を保った。そして、着物に着替え、部屋でじっと待っていた。とても長く感じた時間は、先輩が戸を開けた音で動き出した。では、雪村様、ごゆっくりどうぞ。ああ。空気が一気にピリつき、俺は礼をした頭を上げられないかと思った。だがこれは、俺がここで乗り越えるべき最後の壁なのだ。ゆっくりと、俺は顔を上げた。雪村様は茶道家と存じております。こちらは体験教室ですが、どのようにいたしましょうか。私のことは気にしなくていい。他のもののようにしてくれ。わかりました。俺は深呼吸をし、普段の通り話し始めた。茶道の簡単な説明から茶器の説明、そして実際に立ててみせ、お客様のそばにより立ててもらった。ここまでこの人に近寄ったのはいつぶりだろうか。一通りのことが終わり、俺はいつも言う最後の言葉を言った。茶道はどこまでももてなしの心です。そして人と人、国と国をつなぐ手段の一つである日本の誇るべき文化です。本日、その片鱗を感じていただけましたら幸いです。俺は一礼をし、顔を上げた。あとは庭園で茶菓子と私の立てた茶を楽しんでいただいて終了です。ままごとだな。威厳も気品もない。俺は目を下げなかった。じっと前を向いていた。これが、お前がまた茶を始めた理由なのか、そうた。はい。俺と同じく、じっと前を見ていた父さんだったが、ふと目線を下げた。佐伯から聞いた。あの日のことをな。匠の坊主から謝罪されたそうだ。匠はお前の手前、私に直接言うことはできなかったのだろうな。お前が茶道を捨ててまで守ったものだ。いや、私が捨てさせたの間違いか。父さんはそのまま懐からスマホを取り出し、おぼつかない操作で何かを見出した。母さんに無理やりアプリを入れられてな。花時で検索してみろと言われた。こちらはこんなものに興味もないのに。するとどうだ。日本語、英語、様々な言葉と共に、茶を楽しむ人たちの写真とそうた。お前が出てくるじゃないか。みんな、随分と嬉しそうだ。俺は即座に頭を下げ、父さんに訴えた。勝手にここで教室を開いてしまって申し訳ありませんでした。ですがどうか、このまま続けさせていただけないでしょうか。ここでなら私の目指していた茶道ができるんです。お願いします、父さん。俺は頭を上げず、ひたすらに下げ続けた。すると、そっと肩を持たれ、そのまま持ち上げられた。父さん、肩を持つ手が震え、力が入るのが分かった。茶道を捨てずにいてくれたのだな。
捨てるわけない。ここで茶道ができるようになって一番嬉しかったのは俺なんだ。そうか。そうだな。ソータが誰よりも茶道を愛していたことは、父である私が一番わかっている。静まり返った時間の後、父さんは自分の立てた茶を俺に差し出した。久しぶりにいただいた父さんの茶はやはり素晴らしかった。ソータ、お前のことは破門にしていない。嫌だからといって、お前が茶器を割るなど、どうしても納得がいかなかったのでな。それにお前はもう、教室を開けるのだから、好きな場所で目指す茶道をやりなさい。楽しみにしている。父さん。いえ、家元、精進いたします。少しだけ口角が上がった横顔を見せ、父さんは出て行った。ようやく、俺もまた壁を乗り越えられたのかと思うと、思いっきり大の字で寝転びたい気分になってしまった。本当の意味で、この花時と、みすずさんと進み出せることへの嬉しさが、込み上げてくるのだった。あれから半年が経った。花時は日本の有名老舗旅館として復活を遂げた。人生で一度は泊まっておきたいと言われるほどだ。海外でも日本の花時で伝わるほど知名度が上がった。サエがいろいろな媒体で紹介してくれているおかげだ。茶道体験も満喫プランも順調だ。スタッフも単語つなぎだが英語に慣れてきていた。茶道体験に関しては茶室を新たに建てたこともあり、より本格的な雰囲気を味わってもらえるようになった。俺は仲居業から離れ、茶道体験の方を中心に置き、サエと連絡を取り合いながら海外への宣伝窓口業務をしている。茶道と語学を存分にできる環境に感謝しかなかった。秋月さんだが、処遇としてはもちろん解雇だったそうだ。副社長の話によると、閑古鳥の鳴いているホテルの清掃バイトをしているらしい。解雇ですら甘いと言われるのは覚悟ですが、秋月もまた花時に憧れていた一人なのです。あいつは花時が先代の頃、アルバイトで働いていました。だがあまりの厳しさに逃げ出した。憧れがいつの間にか憎しみに変わり、花時がグループに入ったことで増長してしまった。関係のない話でしたね。こんなことは二度と起こしませんので。秋月さんが花時で働いていたことに、俺もみすずさんも驚いてしまった。だが、先代がグループに入ることを決めたのは、秋月さんがいたからだったのだろう。辞めてしまった人間だが、同じ業界で成功した彼に信頼を置いたのだろう。そう考えると、手放しに応援はできないが、秋月さんにもまた何か変わるきっかけがありますようにと少しだけ思ってしまった。みすずさんは、女将としてバリバリ働いている。海外では大和なでしこの代名詞となっているほどだ。しかし、彼女自身は何も変わらない。目の前のお客様を全力でもてなす。どこまでも誠実で素敵な人のままだった。今日も忙しい日中が終わり、静かな夜を迎えた。俺が事務所に入ると、中には本のようなものを見ているみすずさんがいた。お疲れ様です。何見ているんですか？ああ、お疲れ様。これ、花時のアルバムなの。俺は彼女の横に座り、アルバムを見せてもらった。すごい。白黒の写真もありますね。こちらは先々代ですか？そう、おじいちゃんとおばあちゃんね。あ、そういえば、桜の間と時の間の話、途中だったかしら。そういえば、どうして桜の間からは桜が見えないんですか？みすずさんは少し笑いながら、優しい笑顔で話してくれた。おばあちゃんから聞いたんだけどね。あれはプロポーズなの。え？おじいちゃんは若い頃、この場所に小さな宿泊施設を建てた。桜の木がとても綺麗だったの。で、奥は自分たちの部屋にしていたんだけど、その時は近くに長屋なんかがあって、桜が見えなかったんだって。おばあちゃんは桜が好きだったから、おじいちゃんはおばあちゃんに言ったの。私から、あなたに桜を贈ります。この桜の間を。ここで、共に人生を過ごしてほしい。だって。それが、今でも受け継がれているのか。なんだか、今後桜の間に入るの照れますね。みすずさんと俺は一緒に笑いながらアルバムをめくっていった。おばあちゃんとおじいちゃん、花江と時蔵、それに桜を合わせて花時なの。いつか裏話として話しちゃおうかしら。縁起のいい部屋になりそうですね。アルバムを見ていたが、プロポーズ話なんてされると、俺は少し緊張してしまった。もしかしたらみすずさんには、俺が木を待っていることがバレているかもしれない。この忙しさの中で、
自分の気持ちを彼女へ伝えるのはなかなか難しかったのだ。今なのか？いや、違うかもしれない。思考がアルバムから離れ始めた時、みすずさんがパタンとアルバムを閉じた。あ、裏話といえばもう一つあったわね。なんですか？俺がびっくりして聞くと、みすずさんはニコリと笑い、少し顔を近づけてきた。満喫プランをどうやって思いついたのか。どうやってって、味噌汁を、いや、あれは、みすずさんの顔がさらに近くなり、俺はもう動けなくなっていた。二人が話せなくなる直前、みすずさんは俺を試すように言ったのだった。新しいプロポーズ、楽しみにしてるからね、そうたくん。人生において選ばざるを得ない道もある。環境のため、人のため、いろいろな理由はあるだろう。そしてそれはきっと楽ではない道だ。だからこそ自分を誇りに思ってほしい。その道は紛れもなくあなたにしか歩めない道なのだから。